背骨の真ん中に神経が通ってるんですよ。腹びれからね、万能ネギを。これね、コチっていうお魚、さばいていきたいと思います。コチっていうのは夏に旬を迎える、白身の高級魚ですね。さばくときはまずこうね、ヒレをこうハサミで落としてから、さばいていきますと。なんでヒレね、ハサミで落とすのかっていうと、コチっていうのはね、鱗がね、結構細かくてびっしりくっついてて、この鱗をね、金だわしで取るんですよ。で、ヒレしっかり落としとかないと、このね、金だわしがヒレに引っかかって落としづらいんで、最初に、ハサミで落としてしまいますと。なんでね、ヒレを落とすときはこうしっかり、根元から落としてくださいと。腹びれも落としてしまいますと。で、これね、朝市場で、生きてるのを締めてもらったんですけど、何をやってるのかっていうと、ここね、頭と尻尾に包丁入れるんですけど、頭と尻尾の中骨を断ち切ることで、魚がね、ストレスなく締まると。ここから血が抜けるんで、頭と尻尾に包丁入れてます。でね、最後針金みたいなの通してたでしょ。あれはね、ここのね、背骨の真ん中に神経が通ってるんですよ。このちょうどこの部分ですね。ここにこう針金を通すことで、神経が完全に抜けるんで、神経抜くと魚のね、死後硬直が緩やかになると。だから神経抜かないと、これ半日も経つと身がね、ゴワゴワになっちゃうんですよ。それを防ぐためにここからね、針金入れて神経抜くことで、死後硬直を遅らせて、刺身で食べれる時間を長く保つようにしていますよっていうことですね。ヒレ切ったら、今度鱗を落としていきます。で、鱗はこれね、金だわしでバリバリこう捨ててください。でね、コチっていうのはここね、ここにね、結構ね、鋭いトゲがあるんですよ。このエラ蓋の手前のこの部分に結構鋭い骨があるんで、もしね、ここね、危ないんで落としちゃってもいいですし、この頭掴む時にね、さらしかなんかで掴んであげてから、作業すると危なくはないですよと。で、これで金沢しでどんどんこすって鱗を落としていきますと。魚っていうのはこのね、流通のね、仕方で呼び方があって、例えばこれは生きてる状態で市場に届いてるじゃないですか。そういうのをね、池って言うんですよ。で、こう、中骨と、尻尾にね、包丁入れて締めたものを池締めっていうね。だから生きてる状態から、締めたのを池締めって言って、でね、定置網だとかね、網にかかってもう死んだ状態で水揚げされるやつ、そういうのは、野締めって言いますね。あとね、これで若干ニュアンスが池締めと似てるんですけど、生きた状態で海辺の漁港に届いて、でそこで、こうね、締めてから出荷されるのを浜締めってね、我々は呼びますね。でなんかこのね、ニュアンスが微妙なところで、浜締めっていうのは漁港の人たちにとっては池締めじゃないですか。だから池締めって言って市場に並ぶこともあるんですよね。なんですけど、浜で締めてたら我々は浜締めって言いますね。浜っていうか漁港ね。だから、我々が言う池締めっていうのは、市場まで生きた状態で届いて、朝市場でね、締められたのを池締めって言うんですけど、その辺のね、だから浜締めと池締めっていうのはちょっとね、こう地元の人と、例えばこう消費するね、我々とで若干ね、使い方が違ったりもするっていう。漁師さんにとっては、漁師さんだとか漁港の人にとっては池締めだけど、我々にとっては、浜締めっていうね、そういう現象が、割と起きてはいるっていうのが現状ですかね。で、こんな感じでね、鱗を落とせたら、一旦水洗いしますと。鱗を落とせたら、ここからさばいていきますよと。こっちっていうのはね、ここにね、結構硬い骨が、1枚入ってるんですよ。この腹びれの付け根なんで、腹びれからね、こうやって包丁を入れて、その後に
頭を落としていきますと。こんな感じでね、ここに骨があるんですよ、一枚。それを薄くこう骨に沿って包丁入れてあげて、そっからこのね胸びれに沿って頭を落としていきますよと。こうやって頭が外せたら、今度ねここね、このへそから腹裂いてあげて、で内臓を取り出しますよと。血合いに軽く包丁入れて、で血合いをきれいに洗い流しますと。で血合いを洗ったらここからおろしていくんですけど、こっちっていうのはね、意外と人によっておろし方が様々で、人によってはね、ここからね大名おろしってバリバリバリっておろす人もいるし、あとは三枚おろしね、普通にこっちからこうやっておろす人もいるし、あとね、これ細長くてこう安定しないじゃないですか、魚が。なんでこうね、身を立てて上からこうおろす人もいるんですよね。ここから普通の三枚おろしでおろしていきますね。メゴチってね、よく天ぷらで出てくる2つに裂けた天ぷらあるじゃないですか。あれはね、ネズミゴチっていうコチで、このコチとは別種のコチですね。住んでるね場所が近いんで、どっちもね浅瀬の海底に住んでて、メゴチでねコチを釣ったりするっていうね。そうだからたまにコチなんか、胃袋開くとメゴチが入ってたりするんですけど、あれは別に共食いをしてるわけじゃなくて、完全に別種と。でね、こういうね生け締めの白身はね結構弾力があって、包丁がねこう跳ね返されるような感覚があるんですけど、そこはね慣れで調節してあげないと、うまくさばけませんよと。で片側ねこんな感じで下ろせたら、反対側も下ろしていきますと。でね、コチっていうのはね比較的暖かい海にいる魚で、北海道なんかではほとんど水揚げがない魚ですね。多いのは千葉だとか、あとは西の方が多いですかね。三重県だとかね。タイだとかヒラメっていうのは夏になると味がどうしても落ちるんですよ、油が抜けて。でコチっていうのは夏場に旬を迎えるんで、このタイだとかヒラメがいない中で夏を代表する白身として、我々はね結構重宝するっていう魚ではありますかね。3枚におろせたら、ここから骨を抜いていきます。普通の魚はここでねこのあばら骨を包丁でかいてから、この残った血合いのところの骨を抜いていくんですけど、コチっていうのはね、このねガンバラだからあばら骨が腹側じゃなくて身に食い込んでるんですよね。なんで先に骨を抜いてあげてから腹膜をかくっていうさばき方をしますね。身が締まってて結構骨が抜きづらいんですよ。身をブチブチっと引き離すようにしてあげると抜けやすいかなっていう感じですね。コチっていうのはね結構難しい漢字書くんですけど、あれはね踊るっていうところから来てて、だから踊るの作りの部分ですよね。踊るの右側の部分で、コチがねなんかね外敵に会った時に逃げる様がね踊ってるようだっていうので、魚辺に踊るでコチって読むようになったと言われてますね。で、骨が抜けたら今度ねここのね腹膜を、包丁でかいていきますと。これはね骨が入ってないんで、なるべく薄くね膜をかいてあげて、でこの後、外側の皮引いてって形ですね。コチってね結構骨が残りやすいんで、もしこの時ね骨見つけたら、また抜いてあげてっていう感じですかね。でも皮引きはねコチ自体の皮は結構硬いんで、そんなに難しくはないですかね。
ただこっちってこう魚体がこう丸いじゃないですか。なんでここがねビタッと全体がねこうまな板につかない時があるんで、そうすると上半分だけね皮が残っちゃったりだとか、そういうことが起こるんで、そしたらね普通にねもう一回引いてあげてっていう形にすれば綺麗に引けますんで、こんな感じでね。でどうしてもねこう背中だとかお腹側だとかね皮が残りやすいんで、そしたらこうやって骨あたりでね骨抜きでこうバリッと剥がしてあげれば、もしねこの時ねこうやってねお腹側だとかにね骨がもし残ってるようだったら抜いてあげてって感じですかね。結構ねこっちの骨って残りやすいんですよ。この状態になったらお刺身にするんですけど、このね締めたての魚っていうのはね味が出てないんですよ。このタンパク質が分解されてアミノ酸になってこの旨味に変わるんで、だからこれ食感はいいんですけど味は正直ないんで、だからね半日とか1日とか寝かせてあげた方が、食感も旨味もある。こうやってペーパーで包んであげて冷蔵庫とかで寝かせてあげると半日も経てば食べ頃になっているんではないかなって感じですね。こっちねこれね半日ほど、冷蔵庫で寝かせて、身が落ち着いたら、お刺身にしていきます。こっちっていうのは結構繊維質が強いんですよ。歯ごたえがすごい強いんで、今回はね薄作りにしていこうかと思います。お刺身ってねいつもねこう皮目を下にしてこうやって切ってくることが多いと思うんですけど、薄作りにするときはね皮目上にして、で尻尾の方からねこうやって切っていきますよと。この尻尾の方はねどうしてもね筋っぽいんで、多少ねこう最初の一切れは無駄が出てしまうんですが、これはねぶつ切りにでもして、美味しく食べてくださいと。で切るときはこっからね包丁をねこの根元から先まで大きく使って、でなるべく薄くね切っていってくださいと。で、切れたらねこういう身になると思うんですけど、これをね先をねちょっとだけ畳んであげて、でそのままの流れで、器に盛っていくと。でね器に盛るときにこう角をねちょっとだけねこう立ててあげると、綺麗に盛れるんではないかと思いますね。で器に盛っていきますと。この時にね器をねちょっとずつ回転させてってあげると、盛りやすいですよと。最初の方の身っていうのはちっちゃくなって、このね中ほどの身っていうのはどうしても大きくなりやすいんで、そこはねうまいこと調整しながら切っていってあげるといいのではないかと思いますね。このままねこうやってね円を描くように持っていってもいいですし、あとはここでね途中からねこうやって二重に重ねてってもいいですしって形ですかね。ちなみにねこっちっていうのはねメスの方が全然大きくなるんですよ。そうでオスはね比較的ね成長がね小さい段階で止まるんですよね。だから40センチ以上あるようなね魚体は、大体がねメスっていう場合が多いですね。だから昔はね雌雄転換だから大きくなるとメスに変わるって思われてたらしいんですけど、最近はどうやらオスの成長が止まるだけで、性転換するわけではないらしいと分かったみたいで、こんな感じでねある程度枚数盛れたら、薬味を添えて、完成ですと。で今回ね添える薬味は、これねすだちね、あとねこれねみょうが、ちょこっと添えてあげて、あとはねこれね、万能ネギを、添えてあげればはい、こんな感じでこっちのお刺身完成です。